こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、サラリーマンが会社を作ってみた結果、どうなったかってことについて解説していきたいと思います。ですね、僕自身サラリーマンやりながら、法人をですね、2015年に設立してました。で、今日は、ぶっちゃけですね、サラリーマンやりながら会社作って儲かったのかどうかとかですね、詳しく解説していきたいと思います。で、僕自身ですね、ちょうどですね、2015年6年目、6期目に入りました。で、2019年3月末に会社を退職しています。で、詳しくはですね、小成社長とのコラボ動画で解説してるんで、よかったらこっち見てみてください。で、今日はですね、なんで会社作ったのかとか、サラリーマンでもね、会社作っていいのとか、副業 OK なのとかですね、あとどうやって会社作るの、また維持費とかどんぐらいかかるのとか、ぶっちゃけ作ってみてどうだったのとかですね、こういう生々しいどれぐらい儲かったかとかですね、ちょっと詳しく解説していくので、よかったら最後まで見てみてください。で、なんで会社を作ったかってことなんですけども、まずこれですね、大学の先輩がですね、起業したんですよね。2012年か3年ぐらいに。で、それを見てですね、すごい自分も会社を起こしてみたいなっていうふうに思ったのが、最初のきっかけですね。元の中で稼ぎたいなと思ってたんですけども、会社作りたいって思ったのはこの時は多分きっかけだったと思います。で、さらに、不動産投資をやってた時にですね、どうしてもその個人で銀行からお金借りるよりも、法人からお金借りた方がですね、信用度が上がったりとかですね、あと上限がその法人の、プロパーローン引っ張るといくらでもいけたりとかするので、そういう風な感じで、法人の方が枠が広がるんですよね。なので、法人作った方が拡大しやすいよっていうのは一般的ですね。これ銀行によるんですけども。で、さらに、あと税金が安くなるっていうのはあります。ちょっと税金が安くなることに関しては、ちょっと詳しく解説すると、税金高いってイメージが多いと思うんですけれども、個人だと、累進課税っていうのがかかって、とんでもないことになります。で、今、サラリーマンの人だとですね、年収、いくらかもらっていて、そこから、税金、そこからですね、控除されて、その控除された課税所得に対して税金がかかります。で、その課税所得ですね、に対して、195万以下は 5% 所得税とか決まってて、で、これ超えた部分に対して、195万超えると 10%、330万超えると 20% と、そういう風にいくんですけども、最大ですね、45% までいきますと。で、これに住民税 10% かかるんで、最大ね、55% まで取られてしまいますと。なので、極端な話ですね。1億円稼いで、さらにそこから1000万円稼いだ。1億円稼いだところから1000万円、さらに稼いだところのプラス1000万円のうちの 55% 持ってかれるってことですね。そういうイメージなので、稼げば稼いでば半分以上持ってかれるみたいな感じなんで、ちょっとこれは、なかなかお金はたまらないっていうことで、法人を設立すると、これがですね、税金が低いんで、税率が低いので、節税になるってことですね。で、個人は55% なんですけども、法人はですね、最大 35%、約 35% なんですよ。なので、そういった風にしておくと、一回ここからですね、35% で、あと給料払うっていうこともできるので、そうするとですね、こっち 55% でなくって、もうちょっとさっきの 20% とかぐらいを抑えておいて、35% と、20% とかですね、そういう風に、分担することでですね、収益、その税金が低くなるっていうのがあります。これね、基本テクニックっていうか、これみんな多分やってると思うんですけれども、こういったことですね、節税のためになると。なので、この売り上げがすごい多ければ多いほど、税金がですね、個人にそのままもらえるかは安くなるっていうのがあるね。これね、計算してみるといいと思います。税理士さんとかね、気になる人はちょっと、相談してみるといいと思います。で、あともう一個ね、経費が使えるとかあったりとかして、個人でやるよりも法人としてやった方が経費の使える範囲が広くなったりとかします。例えば個人でも別に車買えるんですけども、法人でも車買って、で、この会社として事業として使うんであれば、そういうふうに、経費になったりとかするんで、税金を抑えられるっていうパターンもあります。で、車買った分でお金減るので、ぶっちゃけ車買う節税ってどうかっていうと、ほとんどの人には、当てはまらよくないっていうふうに思ってるんですけれども、なので、例えば家賃補助出したりとかですね、いろいろそういう、会社にするといろいろ幅が広がる方にあります。これもですね、詳しくは税理士さんに聞いてみてもらった方がいいと思います。で、あとちょっと注意点なんですけども、最後にその法人にね、お金が例えば30年後とかたっぷり貯まったとして、その後、これをこっちに給料として個人に移すと、これね、住民税っていうか、普通に最大 55% かかるんで、これね、注意してください。これ結構見逃してる人多いんですけども、最後1億円をこっちバーンと1個ほどすると、いけないですね。全部、税金が 55% かかってしまうんで、そこはなんかうまくですね、退職金使ったりとかしないと、とんでもないことになるんで、ちょっとちゃんと設計しておいた方がいいと思います。この辺もね、税理士とかに詳しく計算しておくといいと思います。だから最大 35% 引かれて残ったお金から 55% も送っていかれるんで、これとんでもないんで、この辺はね、うまく回避するような手法があったりとかするんで、よくですね、相談してみるといいと思います。専門家にね、行っても方がいいと思います。で、今僕どうなってるかっていうと、
まあ、個人のですね、個人でも不動産持ってるんで、個人でまあ不動産持っててお金入ってきたりとか、個人の仕事がやったりとか、あとまあ法人で売り上げあって、そこから給料もらったりみたいな形で、税率をですね、まあそういう風になってるってことで、まあ全然最大55%はいかないような感じになってる感じですね。なので、まあこういう風にすることで、まあ分散することでですね、税率下げるってことになります。で、まあ、詳しくですね、サラリーマンの税金どうなってるのとかって知りたい方は、ぜひですね、この再生リストで、サラリーマンの税金とか、法人作るとどれぐらい節税になるかとか見てみてください。あと、まあ、専門家のね、税理士 YouTuber ヒロ先生見てもらえばむちゃくちゃ詳しく解説されてるんで、ぜひね、見てみてください。で、サラリーマンで会社設立 OK なのっていうので、まあ、基本、専門家に相談してもらった方がいいと思うんですけども、自分の解釈としては全然問題ないよっていうことですね。で、まあ僕自身会社ではですね、副業自体は禁止はされてなかったので、やっても全然 OK でしたと。ただまあ会社にあえて言う必要はないので、なんかそういうことは、言ってはなかったですと。で、作ったけど別に問題はならなかったです。で、役員報酬っていうのがあって、まあさっきの給料ですね、それを、まあ取らない0円にしておくと、別に年金の計算とか住民税とか変わらないのでですね、まあそうすると全然会社から何も言われることはなかったです。僕の場合ですね。これ全員そうかって言われるとちょっとわかんないんで、ちょっと注意してください。で、まあ、副業禁止されてる場合どうかってよく質問されるんですけども、まあ、これ基本、これもね、弁護士さんとか相談した方がいいと思うんですけども、基本職業選択の自由っていうのが憲法で保障されてるんで、まあ、だから裁判の判例とか見ると、なんか協業、自分の会社とライバルになったりだとか、その副業することで、まあ、疲れ果てて本業に影響がない場合とかは、解雇されたりとか違法っていう判例が結構多いですね。なので、まあ基本的に副業禁止って言ってもそれはまあ憲法で保障されているところ禁止はできないので大丈夫っていう見解が一般的ですけども、ただ、バレると揉めたりとかして、裁判で訴えられたりとかする可能性はあるんで、そこはもう覚悟の上だと思います。まあ、リスクをどこまで取るかっていうところだと思いますね。ちょっと難しいですね。まあ、なので夜、なんかこう、キャバクラとかで夜働いてたとかは、解雇事例になったりとかね、そういう風に夜、こう、なんか働いて疲れて次の日の仕事に支障出たりとか、まあそういうのはね、判例細かくあったりとかするので、よくですね、調べた方がいいと思います。で、まあよく副業禁止ですが、どうしたらいいですかとかも聞かれるんですけども、まあこれはね、本当は、見てるあなた次第ですね。どうしたいかっていうところだと思います。なので、まあ、どうしたらいいかっていうのは自分でどうしたらいいか決めるしかないんで、で、まあ例えば会社にずっといて、まあその会社に骨うずめてずっとやりますよって言ったら、まあそっちの方がリスク低いんだと思えば、まあそれやればいいし、もし会社が破綻する可能性があるっていう考えてるのとしたら、違う副業でですね、スキルを身につけるっていう方が、リスクは低いと思うんで、ただまあバレるかもしれない。でもバレてもね、別に違法なことやってなければ、さっき言った憲法で保障されてるっていうので、まあどっちを選ぶかですね、どっちのリスクを取るか。それはもう自分次第なので、自分で人生でね、決めるべきなので、そこはですね、よく聞かれるんですけど、むっちゃよく聞かれて、まあ悩みわかるんですけども、自分でね、いろいろ調べて決めてもらった方がいいかなと思います。で、まあ、じゃあ、会社どうやって設立するのっていうのをですね、自分こうやったよっていうちょっと記憶になるんで、ちょっと若干曖昧なんですけども、まあ、詳しくはね、専門家に聞いてもらいたいんですけど、僕こうやりましたっていう話ですね。で、まあ、会社は、2種類あって、会社設立するときに、まあ、最初ね、ぶち当たる壁はね、どっちの会社を作ろうっていう、株式会社と合同会社っていうのがあって、まあ、なんか、どっちを作りましょうっていうのがね、大体もう、悩むんですよね。で、まあ、株式会社はみんな知ってる株式会社ですね。よくある株式会社で、合同会社っていうのはもうちょっと昔の有限会社みたいな感じで、ちょっと簡易的なイメージで、株式会社よりかはちょっと小規模な会社をイメージしたような感じです。でも、まあ、例えばアップルジャパンとかですね、まあそういうところもすべて合同会社だったりとかするので、大きな会社が必ずしも株式会社かっていうと、まあぶっちゃけ、関係ないですよと。で、細かい違いはですね、あるんですけれども、どっちにしないといけないとか、どっちにすると著しく不利っていうのはないので、ぶっちゃけどっちでもいいんじゃないのっていうところですね。で、まあ、大きく、変わるところとしては、合同会社の方が設立費用がちょっと安いですよ。まあ、10万ぐらいですね。株式会社は25万ぐらいかな、とか、かかってきますね。で、合同会社の方は、代表取締役ではなくって、まあ、代表社員っていう形になるんで、そこはね、ちょっと違う。なので、どうしても代表取締役っていう、肩書きが欲しいんだとしたら、株式会社にしないといけないと。僕は株式会社を選びましたけれども、まあでもね、どっちでないといけないって全然ないですね。で、まだ合同会社って、まあ名前そんな一般的ではないので、まあどっちか悩んでてお金そんな困ってないとしたら株式会社の方がいいかなって思います。ただ若干ね、ちょっといろいろ10年に1回なんちゃらとかいろいろあるので、そこはね、よく調べた方がいいかもしれない。でもどっちかないといけないっていうのはないですね。で、
設立の方法は、僕は行政書士さんにですね、依頼して、普通に作ってもらいました。確か25万ぐらいだったと思うんですけども、で、あと自分一人でも、できますね。で、よく、不動産投資家とか使ってるのは、一人でできる本ってサイトがあるんで、このサイトで法人作るっていうのが結構一般的ですね。電子定款、ちょっと安く作れるっていう感じで、あと、一人でね、楽に作れるっていうのがあるんで、これを使ってる方は多いですね。結構簡単にできたっていう、Facebook とか書き込みよく見ますね。あと定款っていうのがあって、その会社でどんな事業をするかっていうのを決めるっていうのがあるんで、それはちょっと若干悩むかもしれないですね。定款を何するかっていう。なんかいろんな、例えば不動産賃貸業とか不動産売買。不動産売買はちょっと業法を持ってないといけないんでできないですけども、そこにこの会社は何やる会社かってね、書いておくと。ちょっと不動産投資やりたいんだとしたら、投資とかなんか株式売買投資とかね、そういう変なの書いておくと、銀行から融資されなくなる可能性があるんで、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。お金をですね、そういうなんか投資にお金突っ込むんじゃないかとか思われたりとかするたりとかですね、そういう可能性があるんで、定款作るときはちょっといろいろ相談した方がいいかもしれないですね。で、あと住所を準備しないといけないので、どこのですね、法人登記するか、自宅をですね、登記する人は多いかもしれないですね。持ち家の場合は。ただ、会社名とかから自宅バレたりするんで、これは若干、リスクあるんで、自宅登記する場合は、そこをですね、知っておきましょうと。あと、バーチャルオフィスとかで登記する人もいますね。で、銀行から融資受けるんだとしたら、ちゃんとしたオフィスでないと融資受けにくかったりとか、これもね、銀行によるんですけども、しますね。支店登記だけでいいとか、いろいろあるんで、その辺はですね、不動産投資家のネットワークでいろんな情報が回ってくるんで、それに合った方法をやると。で、あと、印鑑が必要ですね。印鑑が必要で、あと、ゴム印っていうのもね、あった方がよくて、最初僕いらないだろうと思ってたら、絶対作った方が良かったですね。あと、チタン製の印鑑とかね、印鑑何にしようかとか、最初ね、なんかむちゃくちゃ悩みますね。すげえどうでもいい話なんですけどね。なんか、象牙はもう今ないのかな。象牙とか高いとかね。あと牛の骨、牛骨とかね、いろいろ木とかね。僕確かなんか牛骨にしたような気がするんですけども、チタンにした人いたんですけども、友達の経営者で、なんかクソ重いって言ってましたね。だからちょっとデメリットもあるんで、かけにくいとか、かけたりすると印鑑作り直さなきゃいけないんで、そういうのはあるんですけども、チタンはね、むちゃくちゃ重いみたいですね。作んなくてよかったと思いました。あと資本金を用意しないといけないんで、あとこれもね、資本金100万ぐらいあった方がいいと思うんですけどね、100万とかね、500万とか、いくらでも資本金って少なくても大丈夫なんですけども、その会社のね、登記簿謄本とか見たときに、資本金、1万とかだったりとかすると、この会社大丈夫かなって言われたりとか思われたりするんで、入れるときは入れといた方がいいですね。で、あと1000万以上とかにすると、消費税いきなりかかったりとか、ちょっと優遇がなくなっちゃうんで、ちょっと1000万超えたりとかはしないで、ちょっと税金、変わったりするんで、この辺ちょっと注意必要ですと。あと、法人が役員に借りる方法、役員借りとか言ったりするんですけども、そういった方法で、自分のお金を法人に入れて使うっていうのもあるんで、そうすると資本金入れなくても、大きなお金を入れたりとかするんで、そういった手法とかもあったりしますね。これも税理士さんとかと相談してもらえばいいかなと思います。で、あと会社作るときに銀行の口座をですね、作んなきゃいけなくって、大体ネットバンキングとか、僕メガバンクと新金さんとゆうちょかな、作ってて、で、ネットバンキングとかだと無料で行けたりとかするんで、楽ですね。で、メガバンクのね、ネットバンキングとかだとなんか3000円ぐらい、月3000円ぐらいかかったりとかするんで、ネットバンキング結構高いですね。だからそういうゆうちょただなんでゆうちょ作ったりとかいいですね。で、あと断れることあるんですよね。なんかマネーロンダリングとか、犯罪に使われるんじゃないかみたいな法人のチェックが厳しくなってて、自分もネットバンキング断られたことありますね。理由は教えないけど NG って言われて、ちょっと悲しいですよね。どうやって調べてんだかわかんないですけど、銀行の口座もですね、どうしてもお金受け取ったりとかするので、口座作っておかなきゃいけなくて、で、結構断られるんでハードル高いですね。知り合いの、銀行員とか、そういうつてがあったりとかすると開きやすいんで、ぜひともですね、新金さんとか新組さんとかですね、銀行、知り合いいるんだったら、その人捕まえておいた方がいいかもしれないですね。で、あと法人作りましたよってなった時に、じゃあ維持費どれぐらいかかんのってね、むっちゃ金かかるようなイメージあるかもしれないんですけども、実はかからなくて、主にですね、税金かかるっていうのと、税理士さんの費用がかかりますね。これ何かっていうと、赤字でもですね、法人税がかかるっていうのがあって、個人の場合だと赤字の場合税金かからないんですけども、法人の場合はね、均等割っていうのがあって、それで7万ぐらいだったかな。ちょっとかかるんですよね。
なので赤字でも、お金かかりますっていうのと、あと税理士さんにですね、依頼が、決算書その処理がですね、なかなか個人でできるものではないので、ほとんどの場合。なので、ほとんど法人の場合は、個人でなくって、自分でなくって、税理士さんに依頼するケースが多いです。でそこの税理士費用が、かかってくると。大体、ピンキリなんですけども、30万から50万ぐらいのケースが多いと思います。もちろんその内容だとか会社の規模とかですね、依頼、自分で、記帳するかどうかとかいろいろ変わるんですけど、これぐらい標準かなって気はしますね。僕は個人と法人合わせて50万ぐらいですかね。丸投げ全部やってもらって。なのでそれも全然いろんな会社があって、とりあえずなんか、あんまり詳しくないけど安くてやってくれるところとかですね、いろいろあるので、自分に合ったところ探すのがいいかなと思います。で、設営のためだけにですね、設立するっていう風になると、もちろん黒字でなきゃいけないし、あとこの辺ね、なので、年間50万ぐらい、3、4、50万ぐらい、もしバーチャルオフィス借りたりとかすると、その費用もかかってきたりとかするので、それ以上の設営効果がですね、ないと、ちょっとなかなか意味がないかなっていうところですね。で、じゃあ作ってどうなったのっていうところで、そこをですね、ちょっと解説します。で、2015年に会社を設立して、で、2015年3月末に、2019年か3月末にサラリーマンを辞めました。で、4月から自分の会社専属。会社つってもね、僕一人だけなので、一人やってるようなですね、零細企業なんですけども、基本何やってるかっていうと、不動産投資と、不動産賃貸業ですね、物件買ったりとかしてますし、あとメディア事業ですね、ブログ、YouTube やってて、あと、法人のですね、コンサルティングもやってます。個人向けではなくって、売上1億とか超えてくるような会社さんとですね、コンサルとかを依頼されたら、細々とやったりとかしてます。なので、この3本柱ですね、いろいろ、やってます。あんまりね、この辺、何やってるかってなかなか見えてこないと思うんですけれども、いろいろ、頑張ってます。で、2019年5月はですね、一応順調にですね、5期目か終えて、今6期目入りました。独立して、1年目ってことですね。特にメディアがYouTube とかブログとかすごい伸びたんで、おかげさまで。でもサラリーマンで時間使ってたのをこっちに注力できたっていうことがあって、で、不動産はですね、あんまりやってないっていうとどうなのかわからないですけど、不動産は土地を持ってた土地を売却して、で、アパート1棟購入しましたね。なので、あと不動産ブログ YouTube ともに一応絶好調ですね。で、不動産よりかは今、去年まではまだそこまで下がってなかったんで、で、今年はむちゃくちゃ不動産下がりそうなので、これから不動産力入れようかなと思ってますね。で、YouTube とブログは少し力を落としていって、不動産にシフトかなみたいなのをちょっともやもや事業計画立ててるとこですね。で、一人の会社ながらですね、もふもふしながらおかげさまでですね、頑張れてるんで本当にありがとうございます。引き続きですね、自分の会社をですね、社員雇ってもいいかなと思ってね、ちょっと今、一人、二人とか、外注してですね、いろいろ一緒にやったりとかしていて、手がね、ほんと回んなくなってきてるんで、今後どうしていくか、社員いくらでも雇えるんですけども、そこの中でどうするかっていうところをね、本当に雇うのがね、規模でかくするのがいいことなのかとか、そういったことも考えてるような感じですね。で、売上の推移どうなったかっていうと、1期目からね、一応売上で出て黒字になってて、1期目、2期目、3期目、4期目で、5期目がですね、バンと今、1年、これここまでサラリーマンやってたんで、そんなにね、片手間だったのが、こっちの会社に1本になれたので、売上がバンと上がったような感じですね。で、流動資産、これは法人だけですね。個人入れるともっと多分上がるんですけども、これ法人だけの売上になってます。で、あと法人の流動資産なので、法人の、貯金みたいなもんですかね。法人の貯金の推移も、こういう風に増えていってて、で、5期目はバンと跳ね上がってるんで、で、この後ね、税金がね、ドンとくるんで、わーって感じですね。こんな時に、これでね、家賃下げろとかいろいろ言われて、税金下がってってなるんで、ちょっと売り上げは、おかげさまで、5期目上がってるんですけど、今期どうなるか、ちょっとまだ予想はね、こっから大きく変わるかもしれない。なかなか予想は難しいところですけども、引き続きですね、一人で、なのか二人でなのか三人でなのかわかんないですけど、頑張っていきたいなっていうふうに考えてます。ということで、まとめとしてですね、サラリーマンでも、会社ね、設立できますよっていうことで、自己責任になるんですけれども、自分でよく調べて、問題なければ、ぜひですね、設立するのも面白いかなと思います。自分自身会社設立して、それで、いろんなですね、銀行さんから融資受けたりだとか、いろんな、例えば、法人のコンサルとかをね、法人で受けたりとかですね。あと、いろんな、最近だともうね、上場企業さんから直接来たりとか、取締役の方から連絡来たりとかですね、いろいろやったりとかしていて、そういう世界がですね、広がったり、最近、
活動は個人なんですけど、エンジェル投資したりとか、そっちはね、個人なので今回入ってないんですけども、個人で、ベンチャー企業に出資したりとか、いろいろね、サラリーマンでも設立して、そこからいろいろ、ちょうど6期経ったんですけども、面白くなってきたと。で、設立費用はね、20万とかで、維持費は30万ぐらいなので、これぐらいでね、ちょっと面白半分にやるっていうのもね、ありなのかなって気はしますね。ただ、潰すのにもお金かかるんで、それちょっと注意してくださいね。解体するのもお金かかるんで、結構めんどくさいみたいですね。で、規模拡大とか、不動産買いまくりたいよとかであれば、いいですし、あと節税のメリットがあると。で、ただもし不動産買いたいんだったら黒字にしないと赤字決算だと融資受けにくいんで、1期目は難しいかもしれないですけど、不動産買う場合はですね、3期黒字にしないといけなかったりとかですね、銀行から黒字決算求められたりとかするので、できるだけ黒字にね、持っていくように頑張ってくださいっていうことですね。大赤字のね、決算書持っていってもこんな会社に融資できないよって銀行から言われるのでですね、そこは気をつけた方がいいですね。で、やっぱいきなり、会社辞めるより、僕自身もですね、サラリーマンやりながら、副業で自分で稼げるようになって、で、そこからシフトしたって感じなので、そっちの方がね、いきなり排水の陣でサラリーマン辞めて、副業やり始めるよりかは、サラリーマンやりながら、サラリーマンの仕事をしっかりしながら、空いた時間で副業もですね、僕の場合だとね、法人作ってたから、6年ぐらいはずっとやってるわけで、そういう並行してやりつつ、行くことで、こうやってスムーズにですね、移行できるっていうのがあるんで、ぜひですね、いきなり会社辞めて、夢の不労所得みたいなのは、そんな甘い世界ではないので、常に言ってるんですけど、結構過酷なので、一人でね、やっていかなきゃいけないし、これも、これからコロナでどうなるかっていうのは分からなかったりとかするし、YouTube も売り上げどうなるかも分からないのもあるので、そんな楽な世界ではないですよっていうことですね。で、もし副業やりたいよって方がいたら、ブログとか、YouTube どうやったかとか、不動産投資とか株の基礎、僕がやってる副業っていうか事業ですね。詳しく再生リストで解説しているので、ぜひよかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルはですね、経済ニュースとか役立つ情報を発信していってるんで、ぜひですね、チャンネル登録をお願いします。またいつもコメント、高評価ありがとうございます。引き続きですね、役立つ情報を発信するんで、ぜひコメントでね、あと役に立ったら、SNS とか友達とかシェアしていただけると嬉しいです。Twitter とかね。あとつぶやいてるんでよかったらフォローしてください。あとインスタとですね、Facebook ページもやってるんで、詳細欄からね、この2つにしか投稿してない画像とか出してるんで、ちょっとマニアックな人はぜひですね、見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。あとちょっとね、20万人なのちょっとね、イエーイ。なんで小声やねんっていう。